こんにちは、こんばんは、はるです。あきです。ということで、今回はですね、久々にハイゼットの様子をお見せしたいと思います。完成動画上げてから約2年経ってます。2年2ヶ月ぐらい経ってます。で、ハイゼットが2年経ってどんな感じになっているのか見てください。ということで、まずは外観から撮っていきます。ちょっと暗いんですけど、すいません。こんな感じで、外観はあまり変わってないです。ただ、1年経つと汚れとか塗装の剥がれとかが出てきてるので、1年に1回ぐらいは宝塗料のビスケットで上塗りしてます。なので、めっちゃ綺麗になってます。ちなみにこの車は今はアキさんが乗ってます。で、ソーラーパネルも問題なく使用できています。で、この別の動画で紹介したんですけども、ルーフボックスだけはちょっとぶつかってしまって、今は取り外している状態です。車両自体は今もめっちゃ綺麗です。バックドアもちょっと今開けてるんですけど、こんな感じでラダーもちゃんとついてます。で、1箇所だけ変わってるところがあって、追加 DIY した場所があるんですけど、こちらです。これです。これですね。このバンパーガードみたいなものをつけて、これはですね、ナンバーのボルトを振り付けることができて、全然バンパーとしては機能してないんですけど、おしゃれ重視のバンパーガードみたいな感じです。で、その上に DIY して、このような感じでソーラー式のライトを取り付けてます。ソーラー充電なので、配線を組む必要もないし、配線を通す必要もないし、野外用なので頑丈です。外でも使えるものを取り付けました。こんな感じで木材で DIY して、このバンパーガードの部品につけました。で、こちらボタンを押すと光がつきます。こんな感じで照らしてくれます。ちょっと映像では分かりにくいかと思うんですけど、かなり明るいです。で、日中はこの部分がソーラーパネルになって、充電してくれてます。で、防水なのでつけっぱなしにしてます。はい、こんな感じです。見た目も悪くないなと思って、おもちゃみたいな感じで可愛くて気に入ってます。はい、次は車内を映したいと思います。まずは、運転席側から。運転席はこんな感じで、多分ですね、ここ、フロントパネルっていうのかな。これを塗装してるのは多分動画では映してなかったかもしれないですね。ここもですね、年に1回は外して塗り直しをして綺麗にしてます。運転席側はほとんど何もしてないですね。こういうの塗ったぐらいで、あとは純正のままです。ハンドルカバーもベージュにして、まだ全然汚れてない感じです。次は後ろ行きます。はい、いよいよ次は車内映していきたいと思います。2年経ってどんな感じになっているのかということですけども、こんな感じです。こちらはですね、前の動画見てくださった方ならわかるかと思うんですが、電子レンジがちょうどこのスペースに入ってて、で、電子レンジは今キャラバンに乗せ替えてますので、ここちょっと開いちゃってるんですよ。で、後ろも配線もちょっと丸見えの状態なので、こちらをですね、DIY をして収納棚を作っていこうかと思っています。この収納もですね、電子レンジがなくなって、ここに壁がないので、開いている状態になってしまっているので、ここ、収納を作っていく動画、次の動画でその様子を見てもらおうと思っています。で、こちらも収納ですね。結構いろんな細かい収納にこだわって作ったので、もし気になる方はぜひ作っていく様子の動画、再生リストでまとめているので、過去の動画見てください。で、これもですね、多分動画には上げてないんですけど、こちらポット収納スペースですね。こんな感じで作りました。L 字金具で作って、はい。中から見るとこんな感じです。見た目も悪くなくて、統一感もあっていいのかなと思っています。ちなみにこれがキッチンですね。調味料を置いたり、こちらもいろいろコーヒーミルとか置くスペース。こちらに、IH 置いてたんですけども、IH の方もキャラバンの方に移動して、こちらですね、今カセットコンロを置いてます。かなりコンパクトな、このスペースに入るぐらいの幅で収まるカセットコンロを置いてます。で、こちらがシンクですね。シンクももう最近はこのハイゼットで車中泊もしてないので使ってないです。で、反対側がこんな感じで、こちらも収納ですね。と、あと、こういった見える収納ですね。あります。で、電気もちゃんと置きます。ソーラーパネルが常に充電してくれているので、充電も満タンですね。で、こちらにはこんな感じで一酸化炭素チェッカーですね。これもつけてます。あとは、ここですね、ここのスイッチを入れると、
ここの LED がつく照明とかもつけてます。こんな感じですね。これもかなり気に入ってます。今見ても可愛いね。可愛い。この LED 照明も取り付けてから2年経ってますが、壊れることなく使えてます。で、ここもランタン置き場とか、あと細かい収納ボックス2箇所つけてます。これも後付けでつけました。で、最近だと見てほしいのがこちらです。こちら。軽バン生活さんのあかねちゃんと隼人くんとご飯に行く機会があって、その時にサイン書いてもらいました。これが一生の思い出になってます。この車は軽バン生活さんの動画を見て、かなりインスパイアされて作った車両なので、軽バン生活さんの車と並べて写真を撮れてとても楽しかったです。で、こちらですね、このゴムとかも2年経ってもうベロンベロンに伸びてたので、このゴムも新しくまた購入して付け替えました。2年ぐらいしたら伸びてしまう感じだったので、ダイソーで1個200円ぐらいなので、こちら上のテーブル収納また綺麗な状態になってます。で、次は前の方をお見せします。で、運転席側から見たらこんな感じです。こちら上部収納があって、かわいい。これ、あきさん、これキウイの名前何でした？キウイブラザーズ。キウイブラザーズも飾ってます。で、天井板張りで LED 式のランタンを吊り下げてます。で、反対側も統一感のあるベージュの収納ボックスなどを置いてます。カーテンとかも茶色とか、運転席側はベージュですね。で、統一感が出て気に入ってます。で、上部収納もあります。上部収納も2年経ってまた塗り直してます。あきさんが綺麗に塗ってくれてます。こちら上向きに開く扉だったんですけど、下に落ちるように作ってます。こんな感じでいろいろまだ収納してます。これ作ってかなり収納スペースが増えて助かってます。換気扇ですね。換気ファンつけてます。こっちに取っ手があって、この取っ手スライドさせると開くようになってます。外から見た方が分かりやすいかも。中でスライドさせるとこんな感じで開け閉めできます。この開け閉めすることによって使わないときは閉じて、使うときだけこう開けることができるので、常時つけっぱなしにすることができます。僕は運転中もそのままつけてますけど、2年経っても何の問題もないです。で、こちらによく YouTube で皆さんがやってるようにですね、こちらにモバイルバッテリーを入れてですね、で、モバイルバッテリーを入れて、こちらのファンを4つ動かしてます。車内のキッチンなどで何かちょっと調理するときとか、暑いときにこちらのファンを使って換気してます。で、反対側もですね、このような小さいファンが2つあります。で、こちらはですね、ソーラーもあって、ソーラーでも動くし、こちらもモバイルバッテリー入れて、この小さなソーラーパネルなんですけど、こちらで電気を集めて、モバイルバッテリーに充電しながら、またソーラーも動かす。そういったこともしてます。こちらも2年間つけっぱなしにしてるんですけど、問題なく使用できてます。外から見るとこんな感じで、目隠しの板を張ってるので、外から見ると全くわからないです。こんな感じで、とても丁寧に作ってます。あとはこちらの内張りですね。内張りをきれいに張り替えたり、こちらのドアノブとか塗装しました。で、これも内張りして、ユーカリの木をカットしてきれいに貼り付けてます。下の方も見てもらったらわかるんですけど、結構丁寧に取り付けました。これもね、まだ綺麗な状態でとても気に入ってます。はい、次はこちらの後部座席のシートを、フラットにしていきたいと思います。で、最初にこっち見てほしいんですけど、こちらですね、フラットにする際の床も加工して、こういう風に折りたたみ式にしてます。なので、簡単にフラットにすることができます。見てください。まず、シートを畳みます。ここまでは普通の車両と同じです。で、シートを畳んだ後は、これを出すだけです。こんな感じで出てって、はい、これだけで、フラットにすることができます。で、このマットを使ってソファーにしたりして、くつろいでます。で、これを伸ばしてベッド展開することも可能です。この作りもとても気に入ってます。で、こういったドリンクホルダーも自作したんですけども、これもまだ使えます。
シートを出しているときは上に吊り下げて、フラットにしたときは下に取り付けれるようにしてます。こんな感じで取り付けると使えます。次に、この上部に収納しているテーブルを出してみたいと思います。これもどっちからも出すことができます。こんな感じです。で、このテーブルが先ほどのこちらのドリンクホルダーと高さが一緒になるように作ってます。なので、ドッキングみたいにして合わせると、さらに使いやすさが良くなります。これもとても気に入ってます。次は一旦中に入ったバックドアを閉じました。で、バックドアも中から開けれるようにしてます。こちらを押すと中から開けれるようにしてます。で、次がこちらですね。で、こちら、簡易的なテーブルをつけてます。これを外すとテーブルが使えます。そうですね。よいしょ。はい。こんな感じでテーブルが出てきて、車内でちょっとだけコーヒーを飲みたいとか、外の景色がいい時などは、こんな感じでドリンクをつけたりするテーブルつけてます。これもかなり便利です。おすすめの DIY です。で、こんな感じでこのテーブルもとても使いやすくて気に入ってます。あとはこういった押し入れの収納や、この下の方の収納ですね。ここも結構収納スペースあるので、物がいっぱい入れれて、食品とかお菓子とか入れたりして、とても便利です。あとはこちらの上ですね。上のメッシュの収納ですね。これも取り付けてます。ということで、次の動画では、こちら板を1枚敷いて、こっちに壁を作って、こちらの収納を作ったりとかしていく作業と、この運転席の上のネットの収納ですね。これもちょっとたるんできてるので直したりとか、あとはこちらの木がですね、ちょっと色々が落ちてきてるので、ちょっとこの辺をまた外して直したりとか、あとこのルーフキャリアのサビのチェックですね。細かいところを見るとちょっとサビが出てきてるので、これをまたサビ止め剤を塗ったり、塗料を塗ったりしていく作業をやったりとかですね。あとこちらのこの換気扇ですね。この辺もまたちょっと色を剥げてるところがあるので、また黒色で塗ったりとか、以上の場所を修繕していく動画を上げたいと思います。一番のメインはここですね。この DIY やっていきたいと思います。ということで今回の動画は以上になります。このハイゼットを一から作っていく動画は全て再生リストにまとめていますので、よければ過去の動画を見てください。完成した時のルームツアーの様子も動画を上げてますのでご覧になってください。で、次は先ほども言ったように全て修正するところや追加の DIY をやっていく動画を上げたいと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。